こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。トゥーントラックからリリースされておりますドラム音源で、スーペリアドラマー3とイージードラマー3というのがありまして、どっちを買おうかなと迷っている方が結構いらっしゃるような雰囲気でしたので、今回比較動画というか、個人的な意見をサウンドを交えながらご紹介していきたいなと思っています。で、最初に結論から言ってしまうと、スーペリアドラマーというのがより高額で多機能なドラム音源、そしてイージードラマーというのが文字通りイージーでより安価なソフトとなっております。で、当然多機能高額な方がよりハイレベルなサウンドがすると思いがちなのですが、実はイージードラマーの方も結構いい音をしておりまして、実際に音楽に組み込まれてミックスされた状態で鳴らされると、そんなに違いがパッと分かるほどの差はないかなと思っております。要は使い方次第ということなんですが、それはどういうことかなというのをこれから解説していきます。はい、それでは2つの音源を立ち上げてみました。で、一番大きな違いとしては、表現力というよりかはこのミキサー画面ですね。これがスーペリアドラマーの方が一般的な DAW のようにエフェクト EQ だったりコンプとかをインサートしてこのようにエフェクトをかけていくということができるようになっています。で、イージードラマーの方はプリセットがありまして、プリセットの方にあらかじめ何かしらのエフェクトがかかって出力されると。で、それらのエフェクトは最低限ここで例えばドライブの量を多めにしたりとかっていうような変更はできるようになっておりますが、いわゆるコンプだったり EQ だったりっていうのはこの中ではできない状態になっています。ただ両方ともマルチアウトできるので、例えばキックをアウト1、2にして、スネアをアウト3、4とかにして、DAW の方にマルチアウトすることによってお好みの EQ コンプとかをかけたりすることができます。で、さらにスーペリアドラマーの方はこのようにマイクがすごいたくさんあるのでずらっと並んでますね。特にルーム系のマイクがすごいたくさんあります。ですのでお好みに合わせて遠めのマイクを使ったりとか近めのマイクを使ったりとかすることができます。で、ちょっとマニアックな話になっちゃうんですが、これらのルームマイクはこのようにいろんな場所にセットしてありますので、全部を使うというものではあまりなくて、例えばこの遠めのマイクを使ってみようかなとか近めのを使ってみようかなみたいな感じで組み合わせがいろいろできるという幅があるというのがスーペリアドラマーになっています。で、これだけのトラック数が収録されているので 230GB というとても大容量のものになっています。ですのでこういったマイクがどんなのを使っているかとか、より生録音の環境に近いような状態でミックスを楽しめるのがスーペリアドラマーとなっています。このあたりの概念が楽しめる人はスーペリアドラマーがおすすめですし、そこはちょっと難しすぎてわからないなという方にはイージードラマーがおすすめかなと思ってます。例えば生録音するためにレコーディングスタジオに行ってエンジニアさんがマイク立てたりとかいろいろやってくれると思うんですが、そこはもう全部プロにお任せして自分は作曲編曲そこに集中したいという方はイージードラマーの方がいいんじゃないかなと思っています。自分なんかは結構そういうレコーディングの現場行ったりとかするとエンジニアさんにどういうマイク使ってるんですかとか、この位置に立てるとどういう効果があるんですかみたいなの結構聞いたりとかするのが楽しかったりするんですが、そのあたりの感覚の違いが人それぞれあるかなと思います。ではサウンドの方を聞いていきたいと思います。で、ざっくりの全体的な印象としてはスーペリアドラマーの方がよりナチュラルな音で収録されています。もちろんプリセットはいっぱいあるのでメタルっぽい音だったりとかそういう激しい音も出るのですが、ちょっとじゃあベーシックなポップロックのプリセットで聞いてみましょう。はい、結構生々しいですね。では、イージードラマー3の方を聞いてみましょう。こちらもベーシックなプリセットを読み込んでいます。よりバキッとして輪郭がはっきりしてますよね。人によってはこっちの方がいい音なんじゃないかって感じる人も多いと思います。
実際の生のドラムを聞いたことある方はこちらの方がなんか臨場感あるなと感じると思いますが、いわゆる製品の音になっているドラムっていうのはよりこっちのイージードラマーの方が音が近いんじゃないかなと思います。ではちょっとフレーズで聞いてみましょう。まずはスーペリアドラマーの方です。続きましてイージードラマーです。はい、という感じで、限られたフレーズの中で比較する限りは結構好みの問題かなとも思いますね。むしろイージードラマーの方がタム関係は、くっきりしていて、個人的にはこっちの方が好きですね、タムに関しては。シンバルに関してはやはりスーペリアドラマーの方が結構伸びのある音で収録されているような感じがします。それでは別のプリセットでも比較してみましょう。スーペリアドラマーの個人的に結構好きなプリセットで、メタルのジャンルからマン・オブ・サンド。名前からすると多分メタリカ系のサウンドなんじゃないかなと思っています。はい、リバーブとかもしっかりかかったかっこいいサウンドですね。多分1回目の比較でスーペリドラマー意外とあんまりかもと思った方も作り込みによってはこういったサウンドも出せるんだと感じていただけたかなと思います。ではイージードラマーからも別のプリセットを見ていきましょう。イージードラマーの方は部屋が3つあるので違う部屋を選びます。で、部屋によってキットは大きく変わります。で、もちろんこのように右クリックするとこのように別のタムをロードしたりとかっていうことができます。スネアも結構たくさんあります。で、この後また紹介したいと思いますけど、この辺りの選択肢がスーペリアドラマの方が当然多いというような仕様になっています。ではここからモダンロックのリバーブ、アーティストリバーブをしてみましょうか。じゃあ聞いてみます。はい、こちらも結構いいですよね。で、今聞いてもらった感じでわかるかなと思うのですが、やはりイージードラマーはあらかじめ音が作られているということもあって、他の部屋、他のプリセットを読み込んでも割と似たような方向性のサウンドになってます。試しに、このタイトルームっていう方のプリセットとかも聞いてみましょう。こちらはもっとタイトな音のはずです。こんな感じのサウンドですね。やはり方向性は結構似たような感じです。では、スーペリアの方にまた戻りまして、で先ほどの
太鼓とか選択肢多いですよというのはこのような感じになっております。で、スーペリアドラマーの方はデフォルトのキットだと部屋は同じ部屋でドラムがたくさんあるという感じになってますね。ではこちらもタイトとか選んでみましょうか。ドライセブンティーズ。ではバリエーションをちょっと確認したいので、全然違うジャンルを読み込んでみましょうか。ジャズ系のジャズスティックドライとかにしてみましょうか。はい、こんな生々しい音も結構できる感じですね。ですので、バラードだったり、ジャズ系とか、そういうのもやりたいなという方は、サウンドだけ見ると、スーペリアドラマー結構いいのかなと思います。で、スーペリアドラマーもイージードラマーも、拡張パックというのがたくさん売っていて、個人的にはその拡張パックを追加して初めて本領発揮という感じもしています。例えば自分が持ってる中だと、メタル系がちょっと多いんですが、ハードロックとか結構好きですね。とか、あとはデュアリティとかも結構好きですね。このようにグラフィックが変わってくれるのも結構楽しいかなと思ってます。またモダンメタルとかも聞いてみましょう。それに対してスーペリアドラマーも拡張セットはいろいろあるので、例えば個人的に結構好きなデス&ダークネス。2つの部屋が1つのパックになってて、で、1つの部屋も結構いろんな種類が収録されていますので、結構実質2つのセットがかなりの収録数になっています。これはエフェクトかけてない状態ですが、結構パキッとしてますよね。そして Fields of Rock。これは4種類の部屋が1つのパックとして収録されています。これはかなりオールマイティに使えそうですよね。で、別の部屋、ドライですね。はい、よりデッドな感じです。その他ですと、あとはレガシー・オブ・ロックとかも結構好きです。これはレッド・ゼッペリンのジョン・ボンナムをリスペクトしたようなドラムセットですね。はい。そして、もう一つ特徴としては、スーペリアドラマーの方は、イージードラマーの拡張パックも開くことができるというのは一つ大きなポイントですね。例えば先ほどのデュアリティをスーペリアの方で開くと、グラフィックこそちょっとシンプルな感じですが、同じプリセットを開くこともできますし、プリセットを開いた後でミキサーを押すと、このように先ほどより細かく鮮度とかを変更したりすることもできます。で、エフェクトに関してはこのようにマルチ FX と書いてちょっとブラックボックスな感じになっているので、どういうコンプ EQ かけているかっていうのを見ることはできないのですが、
これをオンオフしたりすることはできます。で、あともう一つ、スーペリアの方の拡張パックとかのプリセットは、このように EQ とか一つ一つ見ることができるので、結構勉強にもなるかなと思ってます。で、僕自身スーペリアドラマをメインで使っていて、拡張パックもかなりたくさんあるのですが、サウンドが欲しいから拡張するという目的もありますが、海外の有名なスタジオで有名なエンジニアが収録したドラムサウンドってどういうのかなとか、そこで作られたプリセットっていうのはどういったエフェクトをかけているのかなっていうのを勉強するみたいな意味合いでも拡張パックを楽しんでます。普通にそのサウンドを自分の曲でレコーディングとミックスをお願いしようってなったら何十万もかかってしまうと思うんですが、それを考えるとこの拡張パックの価格は高くはないんじゃないかなと思ってたりもします。はい、いかがでしたでしょうか。以上がイージードラマーとスーペリアドラマーの個人的なざっくり解説となります。イージードラマーだからといってチープなサウンドというわけではないというのを分かっていただけたかなと思います。そしてイージードラマーとスーペリアドラマーは互換性がありますので、先にイージードラマーを買ってもっと深く知りたい、もっと細かいところを調整したいとなったらスーペリアドラマー購入してレベルアップするというのもいいんじゃないかなと思ってます。はい、こちらの動画がいいなと思っていただけましたら高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。